では今回は下半身について行っていきたいと思います。今回もゲストに、慶應義塾大学の少林寺拳法部現役の監督の小堤さんに来ていただきました。よろしくお願いします。で、実は小堤さん、少林寺だけじゃなくっていろいろな格闘技をされてるんですね。そうですね。はい。なんていうの、総合的な格闘技。そう、いろいろ空手とか柔術とかやって間にやってきたんですけど、今ちょっと総合格闘技でね、割と盛り上がってそれも、ちょっと練習させてもらってます。で、実は、靴屋さんも経営されてまして、それ本業ですけどね。本業は靴屋さんです。で、女性のその靴とね、その体のね関係についても教えていらっしゃるので、体のことについては専門家でございますので、今日は股関節について、私が一番気にしている股関節について何かは教えていただきたいと思います。はい、どんなものがありますか？そうですね、せっかくなんで格闘技のとね、いうところを思うんですけど、一番なんていうんですかね、シンプルに、股関節がしっかり使えてるかって見るのにね、一つの練習でもあり、実際のね技術に対する練習でもあるんですけど、こうやってこう足をねこうやって回すっていうのがあるんです。これぐる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 と、すごいこう柔道とかねやってる人はよくもう死ぬほどやってると思う。やるんですか？そう、柔道の人も絶対やってます。これ簡単そうに見えますけど難しいですよね。なるほど。同じ方向に回すってこと？同じ方向に回します。どっち回し？こう回したらこう？内側から外側。両方外側ってこと？こういうことこういうこと？そうです。これ普通の人できるんですか？簡単にはできないかもしれないただすごくね、なんか膝から下だけ回るんじゃなくて、股関節もぐるぐると回ることによって滑らかにこう回ってくるので、非常に股関節が使えてるからチェックになる。ここから回らないとできませんもんね。そうです。もっと簡単な学校教えてください。はい、そうですね。そもそもね、股関節をどれぐらいちゃんとみんな認識してるのかっていうことがあるので、ちょっとそれも兼ねた一番基本のねところをやっていきたいと思います。じゃあ、立ってください。で、まずね、股関節皆さんね、どこかっていう話があると思うんですけど、大体このね、鼠径部の真ん中ぐらいのところ、こう折っていくと折れるところですよね。しゃがんだりするのが分かりやすいですね。しゃがんだところですね。このちょっと奥にあるわけですね。そこを中心にまずちゃんと体を折れるかっていうことがすごく大事です。よく体を曲げるとかねなるとこっち曲がっちゃう。こういう人多いですね。こういうところ曲げます。だけどここから曲がるかどうか、しかもその中の関節を中心に厳密からこれは本当に運動ね能力には大切だとか使います。だってね、股関節ここだと思ってる方結構いるんですよね。股関節触ってくださいって言うとここ触る方結構いる。結構中なんですよ。自分が持ってるよりね。中ですね。だから指とかでグリグリグリってちょっといってこの中なんだなってことを意識しながら、よくやるのはそのままお尻をこう引いていきますね。そうすると要はね前だけこういうことと倒れちゃうんですけど、ことによってバランスをね保っていくことと、この中心でしっかりこれを曲げるんですね。こうじゃないってことですね。そうですね。こっちを今無理に反る必要はないですね。まっすぐでいいんですけど、でもここだけで体が折れるということをまずしっかり覚えることです。と同時にこれをやると、後ろを少しこう引いてくると後ろのねこのモモ裏大体ハムストリングが非常に伸びるので、その感覚を得るということも含めてスーッと後ろを引いてというこのワークをいいですね。としてやります。じゃあ他は？はい、他なんか楽しいの？楽しいやつ。楽しいやつですか？楽しいの。じゃあ体幹を使うことをね含めたねやつやろうと思うんですけど、こうやって進むとやります。これはあれですか？股関節と上半身両方を使ってるってことですよね。で、
この辺も使ってます。そうです。体幹もねねじってますね。ここで股関節こう切ってちょっとお尻を上げて、その時にこっちの上半身の脇から反対にひねってバランスを取りながら腰をこっちに行かせて、で今度こっちにゴロンと行きながらこっちに戻していくんですね。こういうイメージですかね。そうですそうです。これを床でしながら、なかなかこれはシェイプアップに良さそうですよ。やってみたらできるんだろうかね。そうです。ちょっとどれどれ。こういうことですか。そういうことです。多分ね、こうみんな同じ方向にこうやって行っちゃう方多いですね。これ。そうです。ひねるということをはい、そうです。本当にこんな感じですよ。そういう感じです。ちょっと私が大変なんだったらこれ皆さん大丈夫ですかね。難しい。今やってみたんですけど、私もねなかなかちょっと慣れるまで難しかったので、ぜひやってトライはしてみてください。で、両方ね動くとやりやすいと思います。はい。他は何かもうちょっとじゃあ優しいのお願いします。はい。じゃあこれ立ったの回数で立ってやるワークにしましょう。はい。さっきねこのままやりましたけど、今度一歩前に出して、はいね、一歩前に出したところでこのちゃんとさっきの曲げたところでグッと踏み込むと、ね、いうのをやります。よくトレーニングランジってねこういう風に深く沈み込んで、こうももとか鍛えてやるんですけど、そんなに深くなくていいですね。深くなくていいので軽くこうね、膝がそんなに前でない程度にグッとなった時に必ずさっきのこの関節で曲がるということを意識してで戻ってくるんですね。で要はこの瞬間にちゃんとこの関節意識できるっていうふうにします。でいろんなとこ硬い方とか、ね、お尻が硬い方この時多分お尻ちょっと張るんです。要はこういうふうに、なっちゃうとお尻張らないんですけど、これ入るとこうお尻がグッとこっちがこういった時にそうですね、ここが伸びてこなきゃいけないですね。だからこの張りが出る方はお尻硬いになると思って何かでほぐしてあげて、でまたグッといくとより、ね、足がこうグッとこう入って入りやすいんでいいチェックになります。なるほど。でまっすぐこれをこういうふうにグッとやることをやったら今度内股にそうですね、内股にこうして、そうするともちろんよりお尻のところが張ってくるね可能性が引っ張られるね。でちゃんと内側のところで踏ん張ってとかさせて、で今度そうですね、外もこう開いてでまた戻ってくるんですね。これいいですね。そうですね、簡単に。で膝がねちょっと負担があるとなって方は要はもう前に出さないで、これぐらいでいいんです。むしろこっちが引けるようになるとちゃんと関節に対しては引いてくるので、軽くこういけばよくて外ゆっくりですね。でこれならできます。下までこうやっていくのだと多分膝とかね結構負担かかっちゃう方いると思うので。でこういうの深くなくてこれだけでもちゃんとこの内転筋ね内側のところで支えるね訓練ができていれば角度がなくても結構ねいい負荷がきます。自分の重さがちゃんと。でトレーニングとして負荷を高めたい方は例えばこうやってポンといってこの時にしっかり蹴るね重さを受け止めて蹴るっていうことで、戻す時に特にこういう状態から一つ戻すと使いますもんね。なるほど。立った時とかにもこっちを使えるので要はしっかりとグラウンドができる。なるほど。これまたあれですけどダンスにもいいと思います。そうです。まさに足くっつきました。美脚にもいいと思います。股関節実は使えるようになると横脚気味なのが結構中に足が入ってきて足ってつきやすくなるんですよね。ですね。いいじゃないですか。格闘技にもいい、ダンスにもいい、美容にもいい。ぜひねやってください。股関節の動き。なるほど。これならねできますね。お子さんもいいと思いますよ。スポーツをすることがね。ぜひぜひやってみてください。はい、今日は格闘技にもいいしダ
ダンスにも有効的だし、そして、ね、美容にも有効的な股関節のワークを教えていただいたんですけれども、女性の立場から言うと結構苦痛があってなくっても足が太くなったりね、かえって股関節固めて動いたりする癖がねつくと思うので、今度はお店にいつか出張して靴とね体の関係についてもまたねぜひ教えていただきたい